AI が私たちの仕事を静かに、でも確実に奪おうとしている、なんて話、もう聞き飽きたかもしれません。でも、ある衝撃的なレポートが、その未来をものすごく具体的な数字で突きつけてきたんです。今回はですね、その恐るべき内容を一つ一つ見ていきたいと思います。あなたの仕事は、この AI 革命っていう、もう津波みたいなものから、本当に生き残れるんでしょうか？まず、この数字です。見てください。40%。これ何だと思いますか？実はこれ、ある非常に権威のあるレポートが警告している数字で、AI によって消え去るかもしれないアメリカの仕事の割合なんですよ。SF 映画の話じゃないんです。もうすぐそこまで来てる私たちの現実の話なんです。で、この予測がね、ただの憶測じゃないってことを、この言葉が物語っていますよね。これを発表したのは、世界的なコンサルティング会社、マッキンゼーグローバルインスティチュートなんです。つまり、これはテクノロジーが経済に与える影響について、これまでで最も広範囲な分析に基づいた、もう絶対に無視できない警告ってことなんですよ。はい。というわけで、この 40% の警告、マッキンゼーのレポートをここからじっくりと見ていきたいと思います。一体全体、なぜこんなにも多くの仕事が危ないと言われているのか、その核心に迫っていきましょう。で、まず、驚くべき事実からお伝えします。これ、未来の話じゃないんですよ。レポートが言ってるのは、もう今ある技術だけで、アメリカの全労働時間の半分以上を自動化できちゃうってことなんです。わかります。技術的にはもう準備万端なんですよ。問題はそのスイッチがいつ押されるか、ただそれだけなんです。さて、ロボットはもうここにいる。じゃあ、その準備万端の技術によって、具体的にどんな仕事が一番やばい状況に置かれているんでしょうか？その最前線にいる仕事、見ていきましょう。レポートによると、この自動化の波は大きく分けて2つの方向から押し寄せてきてるんです。一つは、これまで頭を使う仕事だから大丈夫って思われてた認知的労働。つまりオフィスでの書類仕事とか、情報処理とか、いわゆるホワイトカラーの仕事ですね。でも、それだけじゃない。もう一つが肉体労働。倉庫での作業とか、機械の操作とか、こっちも例外じゃないんです。AI 革命はもうホワイトカラーもブルーカラーも関係ない全方位攻撃なんです。しかもね、これ、ただの予測じゃないんです。もうすでに影響が出始めてるんですよ。このスライドを見てください。パラリーガル、管理サポート、オフィスサポート職、さらにはなんと一部のプログラマーまで、もう採用が減り始めてるんです。AI による仕事の淘汰はもう水面下どころか目の前で起きてる現実なんです。じゃあもう人間は終わりなのかってそう悲観するだけじゃないんです。まだ人間が AI に勝てる領域っていうのもちゃんと残されています。まだですけどね。AI には真似できないスキルって一体何なのか見ていきましょう。レポートによるとですね、アメリカの仕事のうちおよそ3分の1、これは今のところは自動化が難しいと考えられています。じゃあ、その安全な仕事と危ない仕事を分けてるものって一体何なんでしょうね？このグラフがその答えをすごくわかりやすく示してくれてます。例えば、ヘルスケアの分野。見てください。仕事の中身のなんと 70% が AI にはない人間ならではのスキルを必要としているんです。つまりですね、これから AI 時代を生き抜くために絶対に必要なのが、この人間ならではのスキルなんです。人の気持ちに寄り添う共感、細かくて複雑な作業をこなす手先の器用さ、場の空気を読んで判断する対人判断力、そしてマニュアル通りにいかない時のその場での問題解決能力。例えば、看護師さんとか、ベテランの修理技術者さんとか、彼らが持っているこういうスキルこそが、今の AI には絶対に真似できない高い壁になっているわけです。あくまで今のところはですけどね。この安全だって、いつまで続く保証はどこにもない。技術の進歩っていつも僕たちの想像をあっさりと超えてきましたから。さて、ここからがこの話の一番大事なポイントです。この数兆ドル規模のジレンマ。これだけ大規模な自動化を止めているもの、その最大の壁って実はもう技術じゃないんですよ。じゃあ何か、それは僕たち人間自身の判断、つまり政策なんです。この数字を見てください。2.9 兆ドル。これ、マッキンゼーの試算なんですけど、もし企業が AI をフル活用したら、2030年までに、たった1年で生み出されるかもしれない経済価値です。これどれくらいすごいかわかります？日本の国家予算の何年分にも相当するんですよ。とんでもない金額ですよね。これだけの莫大な利益が目の前にあるもんだから、今、アメリカのワシントンでは議論が真っ二つに割れてるんです。片方は導入推進派。もう他の国に負けないために、どんどん自動化を進めるべきだっていう考えですね。で、もう片方は慎重派。いやいや待てと、何百万人もの仕事をいきなり奪うわけにはいかないから、もっとゆっくりやるべきだと。経済の急成長を取るのか、それとも今の社会の安定を守るのか、まさに究極の選択ですよね。つまり私たち全員が今この問いを突きつけられているわけです。たくさんの人が職を失うかもしれない、その痛みを覚悟してでも AI がもたらす莫大な経済力を手に入れるべきなのか、それとも今の働く人たちを守ることを優先して世界の競争から遅れてしまうリスクを負うべきなのか。これ本当に簡単な答えなんてありませんよね。でもこの決断が私たちの社会の、そしてこれを見ているあなた自身の未来を間違いなく左右することになるんです。
本日はですね、マッキンゼーグローバルインスティテュートの最新報告書、Agents, Robots and Us をもとに人工知能、AI が私たちの仕事に与える影響について深く掘り下げていきたいと思います。この報告書が示す未来っていうのはかなり二極化しているんですね。AI はアメリカの雇用の実に 40% を代替するほどの、破壊的な脅威なのか、それとも年間数兆ドルもの経済価値を生み出して私たちを労働から解放する好機となるのか。私は AI による大規模な雇用創出という社会が直面する差し迫った危機的側面を論じます。はい。で、私は逆にですね、この変化は技術がもたらす経済的な恩恵と、人間にしかできない仕事の価値を再発見する、そういう大きなチャンスになるんだと、その立場で話を進めたいと思います。未来は私たちの選択次第だということですね。ではまず私がこれをなぜ危機と見るか、その、根拠からお話しします。マッキンゼーの分析、これはですね、控えめに言っても衝撃的なんですよ。米国の余剰の 40% が AI に代替される可能性があると。これは単なる抽象的な数字じゃないんです。具体的にどういうことかというと、これまで人間、特に大学教育を受けたホワイトカラーが担ってきた考える仕事そのものが AI の得意分野になってしまったということなんです。報告書が指摘しているのは、情報処理、文書の作成と要約、定型的なデータ分析や推論といったまさにオフィスワークの中核をなす業務なんですよね。例えばパラリーガル、彼らは膨大な判例とか法律文書を読み込んで要点をまとめるのが仕事ですけど、これって生成 AI が最も得意とすることの一つじゃないですか。事務職やオフィスサポート職も同じで、メールの仕分け、スケジューリング、簡単な報告書の作成といったタスクはもう次々と AI エージェントに置き換えられていくでしょう。で、驚くべきはですね、一部のプログラミング業務でさえもはや安泰ではないという事実です。単純なコード生成やデバグは AI の方が早くて正確になりつつある。これはなんというか、もはや工場のライン作業がロボットに置き換わるのとは次元が違う話なんです。社会の中間層を支えてきた知的労働の基盤がもう根こそぎ揺らいでいる。これが私が警鐘を鳴らせる理由なんです。確かにその 40% という数字だけを聞くと、背筋が寒くなるっていうのは、よく理解できます。しかし報告書のもう一つの側面、そしてこっちの方がより重要だと思うんですが、そちらを見なければ全体像は見えてきません。報告書は AI 導入における最大のハードルは技術の性能そのものではなく政策と投資であると明確に指摘しているんですね。これって未来は技術によって一方的に決められるんじゃなくて、私たちが主体的にデザインできるっていうことを意味しているわけです。単に既存の仕事を AI に置き換えるっていう、消極的な対応ではなくてですね、 AI の能力を最大に生かす形で仕事の進め方、つまりワークフロー全体を根本から再設計すれば、2030年までに年間で最大 2.9 兆ドルもの途方もない経済価値を生み出せると試算されてるんですよ。そして全ての仕事が危険にさらされているわけでもない。報告書によれば、米国の全雇用の約3分の1は人間固有の能力、つまり共感とか対人スキル、予測不能な事態への対応力に深く依存していて、自動化が極めて困難だとされています。例えば看護師さん、患者さんの不安を慰める言葉をかけたり、微妙な表情の変化から体調を読み取ったりする、ああいう業務の約 70% は今の AI には到底真似できないと。議論すべきは仕事が奪われるかっていう恐怖論じゃなくて、この莫大な富をどう分配して人間らしい仕事をどう守り育てるかという、希望の方じゃないでしょうか。そのワークフローの再設計という言葉ですが、聞こえは良いですけど、現実には何を意味するんでしょうか。結局は企業が徹底的な効率化とコスト削減を追求する、ただそれだけのことじゃないですか。40% という数字は単なる仕事の質の変化では説明できない深刻な量の問題を引き起こします。先ほど例に出したパラリーガルや事務職の方々が AI によって仕事の半分を奪われたとしましょうか。企業は2人分の仕事を1人の人間と AI にやらせるようになり、もう1人は解雇される。これが現実ですよ。新しい仕事が生まれるっていう楽観論もありますが、 AI による代替のスピードはあまりにも速すぎます。失われる数千万の雇用に対して同じ規模の新しい雇用が同じタイミングで生まれる保証なんてどこにもない。結果として起こるのは大規模な失業と、これまで経済を支えてきた中間層の崩壊です。これは社会の安定を根底から潤す時代ですよ。おっしゃる通り、その雇用のミスマッチとか移行期における摩擦っていうのは当然起こるでしょう。ただですね、仕事という単位で見るんじゃなくて、それを構成するタスクっていうもっと細かい単位で分解して考えると、少し景色が変わってくるんですよ。例えば先ほどの看護師の例もそうですけど、医師とか教師、
あるいは営業職といった仕事も、その業務のすべてが人間にしかできないわけじゃない。カルテの入力、授業で使う資料の作成、顧客データの分析といった部分は AI が肩代わりしてくれる。そうなれば人間はもっと創造的で対話的で共感性が求められる、そういう本質的なタスクに集中できるようになるはずなんです。つまり多くの仕事は消滅するんじゃなくて、人間中心の仕事へとその質を転換させていくと。皮肉なことに AI 時代に最も価値を持つのはデータ処理能力じゃなくて人間性そのものになる。この報告書が示唆しているのはそういう未来の可能性でもあるんです。問題は失われるタスクから価値が高まるタスクへと労働者がスムーズに移行できるよう、社会全体でどのような支援、つまり再教育や学び直しの機会を提供できるかという点に尽きると思います。しかし、その移行を待つ図鑑ってありますかね。技術の進化は社会制度の変化を待ってはくれませんよ。報告書によれば、現在の技術でもすでに全労働時間の半分以上を自動化できるとされています。これは企業経営者からすれば導入しない理由がないほどの強力なインセンティブです。人件費を劇的に削減して生産性を飛躍的に高められるんですから。資本主義の論理からすれば AI の導入はもはや避けられない技術的な必然なんです。政府が介入しようにもグローバルな競争にさらされている企業は AI 導入を積極的に進める他国のライバルに勝つために自動化を推し進めるでしょう。これはもう政策でコントロールできるような甘い話じゃなくて、止められない毒瘤のようなものだと私は考えますね。いやー、そこは少し違う見方をすべきだと思うんです。技術的に可能なことと経済的に合理的なこと、そして社会的に実装されることってそれぞれ全く別のレイヤーの話じゃないですか。確かに技術は存在します。でもワークフロー全体を再設計するには文字通り天文学的な額の初期投資が必要です。システムの導入コスト、従業員の再トレーニング、組織文化の変革、これらはどの企業もそう簡単には決断できるものじゃない。だからこそそこに政策が介入する余地が生まれるんです。例えば政府が AI 導入による雇用維持を条件に補助金を出したり、税制優遇を与えたりすることもできる。あるいは AI が生み出す富に対して新たな税を課して、それを原資に労働者のセーフティーネットを拡充することも考えられます。技術の進歩を止められない毒瘤だと恐れて思考停止するんじゃなくて、その流れをどの方向に導くか、そのための水路を設計するのがまさに今私たちに問われている政治的社会的な選択なんです。その富が、最大の問題点ですよ。仮に年間 2.9 兆ドルなんていう莫大な価値が生まれるとして、その果実は一体誰の手に渡るんでしょうか。歴史が証明している通り、技術革新がもたらす利益っていうのは常にその技術を所有する一握りの人々に集中してきたじゃないですか。蒸気機関しかりコンピューターしかりです。今回は AI の基盤モデルを開発する巨大 IT 企業とか、そのプラットフォームを利用する大企業、そして彼らの株を持つ投資家たちに富が集中するでしょう。一方で AI に仕事を奪われた大多数の元中間層は低賃金のサービス業なんかに追いやられるか、あるいは職を失う。その結果生まれるのはもはや努力では乗り越えられないほどの絶望的な経済格差です。これは社会に深刻な分断と対立をもたらしかねないません。そこは全く同感です。本当にその通りだと思います。だからこそ、その富の分配メカニズムを今から社会全体で設計しなきゃいけない。そしてそこにこそ私は最大のチャンスを見出してるんですよ。AI による生産性の爆発的な向上がもたらす富を私たちはどう使うことができるか。例えばその富を原資として社会全体の労働時間を劇的に短縮するという選択肢があります。週休3日制、あるいは週休4日制を社会の標準にするなんてことももう夢物語じゃなくなるかもしれない。人々は生活のために仕方なく働くという労働の苦欲から解放されるんです。そうなれば私たちは空いた時間を本当にやりたいこと、例えば芸術や創作活動、学問の探求、ボランティアみたいな地域貢献、あるいは純粋に家族や友人と過ごす時間、いったより人間的な活動に充てることができるようになります。これは失業という危機を労働からの解放という好機へと転換する、社会の OS をアップデートするような壮大なプロジェクトです。AI はそのための史上最強のツールになり得ると私はそう考えています。 AI が米国の労働市場の 40% を脅かすというこの現実は、いかなる楽観論をもってしてもやはり極めて深刻に受け止めるべきです。これは単なる経済予測ではなく、社会構造の地殻変動に対する最終警告なんですよ。この変化のスピードと規模に対して私たちの社会の備えはあまりにも不十分です。経済的利益という甘い見通しの裏で静かに進行する大規模な雇用創出という巨大なリスクから目を背けてはなりません。今すぐ失業者を支えるセーフティーネットの抜本的な拡充や、変化に対応するための実践的な再教育システムの構築といった具体的で時には痛みを伴う対策にもう着手する必要があるんです。一方で未来はまだ白紙なんですよね。
この歴史的な転換点を私たちは自分の選択によって形作ることができる。 AI の導入は技術の問題であると同時に私たちの価値観そのものが問われるプロジェクトです。自動化が困難な人間ならではの共感や創造性の価値を社会全体で再評価して、技術がもたらす生産性向上の恩恵を一部の富裕層だけではなく社会全体で分かち合う仕組みを構築する。その先にはより豊かでより公正で、そして何よりより人間らしい未来が待っていると私は信じています。本日の議論が示したように AI がもたらす未来は決して一つではありません。それは社会の安定を根底から揺るがす深刻な危機であると同時に、私たちを労働そのものから解放する経済あくれない放棄でもある。この資料には私たちがさらに探求し選択すべき多くの論点が残されています。